2025年が終わろうとしています。私はこの1年を何度も振り返りました。楽しいこともありましたが、後悔していることもたくさんあります。後悔は辛い気持ちになりますが、私にとって大切な勉強でもあります。ここでは2025年に私が後悔している5つのことを詳しく書きたいと思います。1つ目は勉強を続けなかったことです。年の初め、私は今年は毎日勉強すると決めました。ノートも新しく買ってやる気もありました。しかし、時間が経つとその気持ちはだんだん弱くなりました。今日は疲れているから明日やろうと思う日が多くなりました。スマホを見たり動画を見たりしているうちに時間はすぐに過ぎてしまいました。勉強しなかった日が続くと自信もなくなりました。わからないことが増えて勉強するのがもっと嫌になりました。テストや仕事でもっと知っていればよかったと思うこともありました。その度に少し後悔しました。今思うと毎日5分でも勉強していれば結果は違ったと思います。2つ目は時間の使い方が良くなかったことです。私は自由な時間があるとよくスマホを見ていました。気がつくと1時間、2時間が過ぎていました。何もしていないのに時間だけがなくなっていました。その後で今日は何をしたのだろうと思うことが多かったです。時間はとても大切です。でも2025年の私はその大切さをあまり考えていませんでした。本を読んだり、新しいことを学んだり、外に出て歩いたりすることもできたと思います。でも私は楽な方を選びました。その結果、何も残らない一日が多くなりました。今はもっと計画を立てて時間を使えばよかったと強く思います。3つ目は体を大切にしなかったことです。仕事や勉強がある日、私は夜遅くまで起きていました。寝る時間が短くなり、朝はとても辛かったです。朝ごはんを食べない日もありました。そのせいで元気が出ない日が続きました。体の調子が悪くなると気持ちも暗くなります。やる気が出なくなり、何をするのも大変でした。その時になって健康がどれほど大切かやっとわかりました。でもわかった時にはもう疲れていました。
2025年は自分の体に頑張りすぎてごめんと言いたい一年でした。4つ目は新しいことにチャレンジしなかったことです。私は何か新しいことを始めたいと思っていました。でも失敗するのが怖くてなかなか行動できませんでした。そのためチャンスがあっても何もしませんでした。後でそのチャンスがなくなったとき、とても後悔しました。失敗しても何かを学ぶことができたと思います。何もしなかったことが一番の失敗だったかもしれません。5つ目は自分を信じなかったことです。私はよく自分と人を比べていました。人が上手にできることを見ると自分には無理だと思ってしまいました。その考えは私の心を弱くしました。自分を信じないと前に進むことができません。2025年の私は自分を励ますことができませんでした。もっと大丈夫、できると言ってあげればよかったと思います。少しずつでも自分を信じることが大切だと思います。この5つの後悔は私にとってとても大きなものです。でも後悔したからこそ気づいたこともあります。2025年は失敗の1年だったかもしれません。しかし、その失敗は2026年を良くするための大切な経験です。2026年は毎日少しずつでも勉強を続けたいです。時間を大切に使い、体を大事にしたいです。そして怖くても新しいことにチャレンジし、自分を信じて前に進みたいです。後悔しない一年にするために、今日から変わりたいと思います。2025年が終わろうとしています。私はこの一年を何度も振り返りました。楽しいこともありましたが、後悔していることもたくさんあります。後悔は辛い気持ちになりますが、私にとって大切な勉強でもあります。ここでは2025年に私が後悔している5つのことを詳しく書きたいと思います。1つ目は勉強を続けなかったことです。年の初め、私は今年は毎日勉強すると決めました。ノートも新しく買ってやる気もありました。しかし、時間が経つとその気持ちはだんだん弱くなりました。今日は疲れているから明日やろうと思う日が多くなりました。スマホを見たり、
動画を見たりしているうちに、時間はすぐに過ぎてしまいました。勉強しなかった日が続くと、自信もなくなりました。わからないことが増えて、勉強するのがもっと嫌になりました。テストや仕事でもっと知っていればよかったと思うこともありました。その度に少し後悔しました。今思うと毎日5分でも勉強していれば結果は違ったと思います。二つ目は時間の使い方が良くなかったことです。私は自由な時間があるとよくスマホを見ていました。気がつくと1時間、2時間が過ぎていました。何もしていないのに時間だけがなくなっていました。その後で今日は何をしたのだろうと思うことが多かったです。時間はとても大切です。でも2025年の私はその大切さをあまり考えていませんでした。本を読んだり、新しいことを学んだり、外に出て歩いたりすることもできたと思います。でも私は楽な方を選びました。その結果、何も残らない一日が多くなりました。今はもっと計画を立てて時間を使えばよかったと強く思います。三つ目は体を大切にしなかったことです。仕事や勉強がある日、私は夜遅くまで起きていました。寝る時間が短くなり、朝はとても辛かったです。朝ごはんを食べない日もありました。そのせいで元気が出ない日が続きました。体の調子が悪くなると気持ちも暗くなります。やる気が出なくなり、何をするのも大変でした。その時になって健康がどれほど大切かやっとわかりました。でもわかった時にはもう疲れていました。2025年は自分の体に頑張りすぎてごめんと言いたい一年でした。四つ目は新しいことにチャレンジしなかったことです。私は何か新しいことを始めたいと思っていました。でも失敗するのが怖くてなかなか行動できませんでした。そのためチャンスがあっても何もしませんでした。後でそのチャンスがなくなった時、とても後悔しました。失敗しても何かを学ぶことができたと思います。何もしなかったことが一番の失敗だったかもしれません。五つ目は自分を信じなかったことです。私はよく自分と人を比べていました。人が上手にできることを見ると自分には無理だと思ってしまいました。
その考えは私の心を弱くしました。自分を信じないと前に進むことができません。2025年の私は自分を励ますことができませんでした。もっと大丈夫、できると言ってあげればよかったと思います。少しずつでも自分を信じることが大切だと思います。この5つの後悔は私にとってとても大きなものです。でも後悔したからこそ気づいたこともあります。2025年は失敗の1年だったかもしれません。しかし、その失敗は2026年を良くするための大切な経験です。2026年は毎日少しずつでも勉強を続けたいです。時間を大切に使い、体を大事にしたいです。そして怖くても新しいことにチャレンジし、自分を信じて前に進みたいです。後悔しない一年にするために、今日から変わりたいと思います。